すごい人いっぱいだね。やっぱりもう大きい町ですね、ここ。ね、大きい町、町賑わってる。人が多いです。怖いです。日本人だけど日本語が少しおかしなアイドルのゆうちゃんとコテコテ関西弁のロシア人モデルのアレちゃん、そしてアニメ大好きイタリア人コスプレイヤーのゆりちゃんが日本で楽しく暮らす法則を見つけていくよ。前回に引き続きとても面倒見のいい不動産屋さん、中国人キキさんがおすすめの物件をゆりちゃんに見せてくれるんだって。おやすみ。あれちゃん、早く元気なって。寂しいよ。あれちゃんは今回も季節外れのインフルエンザで欠席。高級物件ですよ、今回。これです。あー、見えた。外観は見せられないけれどテンション上がっちゃうほどすっごく綺麗なマンション。何この鍵。ドアだけおしゃれです。鍵がすごい。ダブルロックです。こちらも鍵が棒みたいな。ダブルだ。綺麗な音します。やばそう。これ白い。高級マンションでこういう感じですよ。建設照明おしゃれ。すごいいいな、この家欲しい。ここにいろんな服もかけるよね。すごい白い綺麗。バルコニー大きい。すごい。でここワーキングクローゼットですよね、これは。そうだよ。ドラえもんみたいにここで寝れるじゃん。ね、すごい、これめっちゃ便利。すげえ、ワーキングクローゼットが欲しいな。欲しい、この部屋。これはホテルじゃん。2人に入れそう。2人で入れるよ。日本の賃貸で、はい、多分外国人から来てるお客様にいくつ弊社からも案内しなければならないことがありまして、夜10時以降朝7時まで洗濯機を回さない、洗濯機は使わないですね。あとやっぱり夜11時以降は、声の音、例えば母国語でベランダに大きな声で「あー!」って喋る方いらっしゃったので、それも、一応バルコニーは共用部分なので廊下とかドアの前とバルコニーで大きな声、深夜でしない。あと水道ガス電気のお金ちゃんと払います。中国であれば結構家賃の中に入ってるんですけど、そうですね、もう使い放題みたいです。いいな、いいな。いいね。でも日本は例えば水道は2ヶ月1回で、電気とガスは1ヶ月1回の請求書はメールボックスにちゃんと届きますので、その請求書もらったらコンビニで払わなければならないんですね。あと例えばこの物件は1人で申し込みしたんですけど、後で人数を追加する場合は必ず管理会社の許可もらわなければならないんです。入居の人数、契約時と一緒しなければならないんですね。私は引っ越しした時にお隣の人に相場をあげたんですけど、なんかそれが日本文化として「こんにちは」ちょっと挨拶したんだけど、それしても大丈夫ですか？素敵だと思います。素敵。なんかしかし結構ある文化なんだけど、今東京で一人暮らしで結構それから離れちゃって。あんまりご近所付き合いっていうか知られたくないくて出ないっていうタイプも増えちゃってるから。そうですね、確かにね。私もちょっと実は隣がなんだ、例えばちょっと男とかちょっと私のこと逆に分かっちゃったらどうしようってちょっとやっぱり心配だったんだけど。素敵と思います。本当ありがとうございます。この礼儀はぜひ続けていただければと思います。ゆりちゃん、気に入った物件あった？良さそうなのありました今日？やっぱり阿佐ヶ谷パルマルの家がすっごく雰囲気が好きだったし、エリアもすごく好きだったし、もう部屋がすごく温かい気持ちな感じなのですごく持ってますが、敷金とか礼金がなしでもちょっと入るお金かかってるお金がちょっと思ったより高い。もう多分80%もイエスなんけどね。
10% はもうイエスだけどね、正直的には6日間の中でずっと引っ越ししてたのがなんか外国人がダメとかルームシェアがダメとか、まあ特に厳しく外国人ダメが一番今までが傷ついてしまった私もうずっとすごくもう悲しくて、めっちゃ泣いたりとかもしてたから今までなのでもうこれだけの問題がないことというのがすごく心がすげえ安心します。でもありがとうございます。こちらこそ今日はありがとうございました長い時間付き合っていただいて皆さんそれぞれのキャラがありますよね。可愛いとちょっとかっこいいセクシー系ともう背が高い美人系。そう高い美人系が一番実は日本人っぽい一番日本人っぽい真面目ですよね。日本語うまいの方です。大阪育ちだから結構日本人いるよここに。日本人ここにいるの。日本人っぽいってここに日本人伸ばしてんの。この後は新生活に必要なアイテムを探しに家電量販店へ。一番お安いモデルになってくると 5.5 キロ。今回はビッグカメラで新生活に必要なものを探しちゃうよ。今何を見てたんですか？なんかアイロンだけど本当アイロンじゃない。なんかコスプレのためにすごく使いやすいなって思ってこれがね買ったことないからちょっと興味が持ってます。ゆっちゃん何が見てんのあいつゆっちゃん何が見てんの何が見たの？布団乾燥機見てた。布団乾燥機って何？なんか何これ？今なんか流行ってんだって。布団の寝汗とかをこうやって乾燥させるんだって。これが外国絶対ないんじゃん。ない見たことないし話どこで？布団干さない？ちょっと押さないなんかパックで自分でするぐらい。日本ではどうしてんの？日本は出してないな。じゃあもう引きっぱなし？引きっぱなしそう？炊飯器持ってる？一応持ってるんだけど、あんまり使わないでご飯はいつもコンビニがで。そうなの？買ってしまってる。そうなんかめんどくさくて。ご飯絶対家で炊いた方がいいよ。すいません。ですね、しかしちょっと炊飯器いっぱいあってちょっと分かんなくて、一人暮らしの人でもぴったりで美味しく炊ける炊飯器とかって教えてもらえませんか？かしこまりました。ちょっと待って、値段が間違ってないんですか？高いね。ちょっと待って、これがご飯作るのためだよね。ちょっと待って、なんでご飯作るのために6万ぐらいかかるの？ちょっと違すぎんじゃない？これがだってかっこいいからなんか太いじゃん。どうでもいい中だから誰も見ないんじゃん。違うよ、これが美味しく炊くコツですよね。そうですね。こちらはお釜が炭でできてるんですね。炭。火力がよりこもりやすくなってきて、お米がふっくら炊き上がりやすくなってくるのがあるので、その分お値段が他のものと比較して上がってしまう部分と。私はこれ持ってる。持ってるの？持ってる。全然使ってないけど。何？お釜の上にこのお皿があるんですけども、この上にお惣菜とか。これじゃあウインナーとかこういろいろお弁当のおかずとか乗っけて炊いていただくと一緒に温めて。お弁当できんじゃん。めっちゃいいの持ってるじゃん。私はね、どうでもいいと思ってもしかして捨ててしまいました。なんかよくなんで上、なんか普通のってさ、なんか米が逃げられないのためのこれがあるかなと。分かんなくて捨てちゃったってことね。もったいない。しかし超便利なやつだったよこれ。私はね、絶対一人暮らしとか何がもう人生のためにすごく必要なものがある。それがないと私はマジで死んじゃう。なんだろう。これです。コーヒー。コーヒー入れたね。これだった
ら私はすごくわかるよ。これだったらすごくわかるよ。メーカーがすごく違うのことと豆の違さと、あとはカプチーノマキアートとか、あとマロッキーノとか急にめっちゃ喋るんだけど全部の種類は違うから、それがやっぱりすごくいいもの買わないとコーヒーの味は全然違うし、あとはクリームも違うから、それもね。そうだね。私はコーヒーメーカーが一応はね4個ぐらい持ってますよ。それ3個だよ。それ今3個だったよ。4個。4個。4個。そんなに必要ですよ。毎朝は違うコーヒーを飲みたくなっちゃうから絶対必要。お茶とか日本人ってさ、誰が家に来たらさお茶出すでしょ。それがイタリア人はコーヒーを出すと同じ文化。そうだからコーヒーとかエスプレッソ、マキアート、カプチーノどっち？カフェオレは何？カフェオレはフランスだからやめてください。パリ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 やってもうたな。これが結構美味しくなかった。横田さん、じゃあね、冷蔵庫みたいから冷蔵庫。おい、冷蔵庫ね、冷蔵庫みたい。これ。コーヒーメーカー欲しい。新生活に必要なアイテムを家電量販店で物色中のゆりちゃんとゆうちゃん。この冷蔵庫ではやっぱり一番凄みにしているのはこの切り返すっていった部分で、切れちゃう旬冷凍という部分が、お客様の声で一番人気はいただいているものなんですけども、切れちゃうって？絶対無理ですよね。こっちの切れちゃう冷凍庫はすごい柔らかい。でめっちゃ冷たさは変わらず冷たくて凍ってるから痛いんですけど、ずっとやってたら。しかしふにゃふにゃや。これすごい。解凍いらずでお料理ができるので、お料理のお時間の節約にもなってきたりとか、あとはお肉とか解凍してしまいますと肉汁ドリップが出てしまうんですね。そういったものがなくお料理ができるので、本当に朝お弁当作りされる主婦の方とかには人気が上がってきてるのかなと。他はなんかすごい機能ありますか？そうですね。中に真空チルドっていうお部屋が入っておりまして、はい。もし開けてみるとプシュッとした音が鳴るので開けてみます。開けて。プシュッと上に開けてみると。いきます。うわー、びっくりしたー。びっくりした。来るって分かってるのにびっくりする。で、密閉されてるってことですか？酸素が入ってくる入り口を完全にブロックしてくれるんですね。食品の酸化を防いでくれますよ。でこういったチルド質に関しては、チーズとかハムとかバターとか、あと加工食品とか入れる部屋になってくるんですけども、通常やっぱり酸化してしまうと、例えばチーズとかですとこのように変色してしまうんですけども、そうなんだ。酸化しないものですとしっかり保存できますよ。冷蔵庫開きますよね。しかしこっちからも開きます。すごくないですか？ちょっとゆりちゃんまだねコーヒーメーカー見てるんだけど、しかしおーいゆりちゃんもう30分以上コーヒーマシーンを物色中だよ。どうするの？おい、ちょっとね、これがめっちゃ気になっちゃう。これってさ、形が面白くない？ずっと見てたの？そう、ずっと見てた。ずっと何がねえ、もう洗濯機見ようよ。やだ、絶対私は新しい家だ。コーヒーメーカーを買います。買うの？買う。今もう悩んでこれがいいなって思ってるの？いや、これはね、私もやり方わかんないからお兄ちゃんをちょっと聞いてみたいな。カプセルを購入していく必要性はあるんですけども、ここから出てきて、なるほど。ちょっとここから出てこれがぴったりになる。必要な容量がたまると自動的に止まってくれますよっていうのもついてくるんで。うわー、もう買っちゃおう。買っちゃおう。買っちゃおう。イエーイ。誰が一緒に。じゃあ今度家に来て、いいエスプレッソが作ってあげる。本当？やった。
すごいガチで買うやガチで買うやつやわ。つやつ。ありがとうね。はい、ありがとうございます。1回じゃ覚えらんないよ。あ、ゆりちゃんお買い上げ。ありがとう。やったー。ということで日本の家電量販店は何でも揃う夢のスポット。外国人女子のテンションもぶち上げるワンダーランドや